こんにちは。今回はエコアンダリアで帽子を編んでいきたいと思います。こちらが完成したひまわり帽子です。すごく可愛く出来上がったと満足しています。サイズはこちらの頭回りが、内径が、52センチです。3歳の娘がかぶって少し緩いかなっていう感じなんですけど、早速、公園にかぶっていきました。こちらの中心からブリムまでの長さは16センチです。でこちらのつばの、幅はこの、狭い部分が 2.5 センチ、この広い部分が4センチになります。ワイヤーを入れなくてもこのようにつばがまっすぐ立ってますし、このように折りたたんで持ち運んでもすぐにこのように形が元に戻るので本当に使いやすいと思います。さすがロングヒットの糸だなと思いました。ぜひ編んでみてください。編み方ですけども、糸は1玉だいたい 40g なんですけど、1玉ぐらいで編み終わりました。こちらの茶色い部分は半分以上は使ったんですけど結構余りました。で、こちらの黄色い糸の方は少ししか使ってない感じだったので、この茶色と黄色でちょうど1玉編み終わるぐらいだと思います。で、かぎ針は6号を使用しました。で、こちらの図で、こちらから、段数、こちらが目数でいくんですけど、編み図記号がこのバッテンが細編みです。でこの、V のマークが細編みの増し目1目の中に2回細編みを編み入れる編み方です。でこちらのすいません。こちらが長編みです。でこのマークが長編みの増し目、長編みを1目の中に2回編み入れる編み方です。ではこちらの糸で編んでいきます。1色で編んでいきます。エコアンダリアの、色番が15番の、茶色のモカ色ですかねの糸で編んでいきます。使用針は5号から7号になっています。
6号針、3.5mm で編んでいきたいと思います。糸長が 80m あるので1玉で編めると思います。では編んでいきます。はい、2巻きして穴に針を入れて糸を引き出して鎖編みを編みます。そしたらもう細編みを編んでいっちゃいます。細編みを8目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8編んだら、糸を引っ張って動いた輪の方から糸を絞ります。はい、そしたらここから、鎖目のここの部分から8目戻って1234567目戻ったここのところに針を入れて糸を引き抜きます。これで1段目が編み終わりました。そしたら2段目立ち上がり鎖3目編みます。の、1目目ですね。1目目のところに針を入れて長編みをこれで長編み2目編んだことになります。そしたら次の目から同じ目に針を2回入れて長編みを2目編み入れます。4目ですね。5目、6目、これ2目入りました。7目と同じ目に針を入れて8目、9目、これで16目編み終わりました。そしたら最初の目ですね。これ1、2、3目、鎖なのでその横、これが最初の長編みの目ですのでここに糸を引き抜きます。3段目です。立ち上がり鎖3目編んだらこちらの根元の部分どこでもいいんですけど私はこちらの後ろ側のこちらの目から拾って長編みを編みたいと思います。そしたら最初の目に針を入れて長編みを2回編み入れます。これで長編み4目編んだことになります。1目の中に2回ずつ長編みを編み入れてください。これで3段目は32目編んでいきます。はい、32目
編み終わりました。そしたら最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。たら今度4段目は、最初の部分が、鎖3目立ち上がるので3目立ち上がって、その立ち上がりの根元の部分に針を入れて長編みを1目編んでいきます。それで次は、長編み、次は長編みの増し目という形で1目おきに長編みの増し目をしていきます。立ち上がり鎖3目編んだら、この根元の部分に針を入れて長編みを編みます。そしたらこちらの最初の目に針を入れて長編みを1目編みます。次は隣の目に針を入れて長編みを2回編みます。次は長編み1回、次の目は長編みを2回、これを交互に繰り返して編んでいきます。そうすると、今度は48目になります。はい、これで4段目が編み終わりました。最後は、長編み1目で編み終わる形です。そしたらまた最初の目に糸を引き抜いて、5段目はそのまま、増し目なく長編みを編んでいきます。今度は根元のところに針を入れなくて、最初の目に針を入れて長編みを編んでいきます。1目の中に1目ずつ長編みを編んでいきます。そしたら6段目です。立ち上がり鎖3目編んで、編み図でいうと鎖3目がこの長編みになるので、次の目は長編みの増し目、そしたら次からは長編み2目編んで増し目、2目編んで増し目を繰り返していきます。最後は長編み1目で編み終わる形になります。最初のこの立ち上がりの鎖3目が長編み1目分になるので、最後長編み1目編んだら終わる形になります。間は長編み2目おきに増し目という形になります。そうすると6段目は64目になります。7段目8段目は増し目なく長編みで1目ずつ編んでいきます。なので目数も64目になります。では6段目を編んでいきます。4目立ち上がり鎖3目編んだら、最初の目は長編み
2目、1目の中に2回長編みを編み入れました。そしたら2目おきに増し目をしていきます。長編み2目編んで長編みの増し目、同じ目に針を入れて長編みを2回編みます。長編み2回長編みを2目編んだら3目めに増し目、これを繰り返していきます。長編み2目編んで次の目が増し目になります。8段目、長編み64目編み終わりました。そしたら9段目は立ち上がり鎖3目編んだら、9段目こちら、すいません、記号だと書ききれなくなってしまうので数字で長編みの数を表しています。7目おきに増し目をしていきます。なので最初は立ち上がり鎖3目は、長編み1目分になるので、立ち上がりを編んだら長編み6目編んで増し目をします。その後は長編みを7目編んで増し目、7目編んで8目目に増し目を繰り返していきます。最後は長編みの増し目で終わる形になります。立ち上がり鎖3目編んだら最初の目に針を入れて長編み、これで長編み2目になります。あと長編みを5目編んでいきます。3、4、5目、これで長編み7目編んだことになります。そしたら8目目に増し目、同じ目に針を入れて長編みを編みます。次からは長編みを7目編んだら増し目、7目編んだら増し目を繰り返して編んでいきます。これで長編み7目編んだので、次の目は増し目、長編みを2回編み入れます。繰り返してください。はい、10段目72目編み終わりました。10段目から13段目は増し目なく長編みを72目編んでください。この時にひまわりの色で編む場合はこの13段目から色を変えて編んでください。焦げ茶で編んでいった場合は黄色の糸に変えて13段目から編んでください。13段目とブリムの1段2段は黄色の糸で編んでください。立ち上がり鎖3目編んで長編みを1目ずつ編んでいきます。はい、13段目まで編み終わりました。そしたら、プリムの
ところ1段目ブリムの1段目は細編みで編んでいくので、立ち上がり鎖1目編んでから細編みを編みます。細編みを最初1目編んだら次の目からは、細編みの増し目1目の中に細編みを2回編み入れていく形で17回編んでいきます。そうすると、34目になるんですけど、34目編んだらまた細編みを1目編みます。で次の目からまた細編みの増し目で17回編んでいきます。で34目になります。また35目目は細編みを1目編んで、また細編みの増し目を17回編んでいきます。これを繰り返して140目にトータルなります。立ち上がり鎖1目編んだらこの根元の部分で細編みを1目編みます。そしたら最初の目から細編みを2回ずつ編み入れていきます。これを17回繰り返していきます。はい、34目編みました。1目の中に2回ずつ細編みを編み入れて17回編んできました。そしたら次の目は細編みを1目だけ編みます。そしたらまた細編みを2回このように編み入れていくのを17回繰り返します。はい、そしたら、140目編み終わりました。そしたら細編みの最初の目のところに針を入れて糸を引き抜いて終わります。そしたら最後の段は、はい、そしたら、こちら1段目140目編み終わりました。最後ブリムの2段目は松編みでこのように編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで鎖1目編んで細編みを最初の目に編み入れて、2目飛ばして3目目に長編みを245目編み入れます。そしたら2目また飛ばして3目目に細編みを編みます。次また、細編みを1目編んで2目飛ばして、3目目に長編みを5目編んで、また2目飛ばして細編み、これを繰り返し編んでいきます。で二重模様、これが1模様なのでこれを20回編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで最初の目に細編みを編んで、で2目飛ばして3目目123目目に長編みを5回編み入れます。2、3、4、5、そしたら2目飛ばして3目目に細編みで、次の目も細編みを先に編んでから
長編みを5回編みます。2目飛ばして3目目に針を入れて長編み5目3、4、5目編んだら2つ目を飛ばして3つ目に細編みを編みます。隣の目にまた針を入れて1、2、3目目に針を入れて長編みを5回編みます。たら2目飛ばして3目目に細編み、このようにあと17回編んでください。はい、最後の、模様になりました。長編みを5目編んだところです。そしたら糸を引き出してカットします。このぐらい残してカットします。はい、そしたら前段の2目があってでここの、最初の立ち上がりの鎖目のところに針を入れてこのように最後の松編みのところに針を入れてこのようにチェーンになるようにしたらこの裏を見てこのようにここは、チェーンにして、きつくならないようにしてこのようになります。そしたらこのようにまた編み地に糸を通してこのようにちょっとこう戻る感じで閉じ付けて適当に抜けない程度になったところで糸をカットします。そしたら、最初の編み始めの糸端も始末します。このように先ほどと同じようにこう針を通してちょっと目を戻る感じでこのように縫い付けてこれでカットします。はい、出来上がりました。こんな感じで、ブリムの、この1段2段になってますがもうここら辺、最後の13段目の長編みのところら辺から、もうちょっとブリムな感じにこのように折ってそれで最後スチームで軽く、編み地に直接アイロンを当てないで
ちょっと浮かせる感じでスチームを当てて形を整えたら完成になります。もうすごく可愛く仕上がっています。ぜひお編みください。